で、匂いがね、若干いい匂い。何の匂いだろう。トイレって言いたかったけど。いい意味でトイレですよ。トイレのいい香り。はい、皆さん、こんにちは。車の大自然、カカカシヌピーです。今回はこちら、長戦車のビギナーズラックというコーティング剤を使っていこうかなと思います。金額は Amazon で1950円。で、内容量は 120ml。ながら洗車のいいところは、施工マニュアルっていうのが入っております。結構細かく書いてあるので、ただパッケージの裏のちょっとしたところを読むよりかは、これを読んだ方が施工するときに役立つと思います。例えば Q&A とかがあって、施工可能な台数は 120ml で3台から4台、350ml で10台から12台程度施工可能ですと。そういったことが書いてありますね。この商品を作ったストーリーとかもあって面白いですよ。この商品は日本で一番売れてほしいコーティング剤、ビギナーズラック。そんな思いがあるみたいですね。車をきれいに維持するには一番大事なのは汚れを取ることです。例えば水染みを除去したり、小傷を磨いたり。しかしそれらの作業は大変なことであり、また、艶、弾きを付与することも難しいため、一般の方は楽しく継続することが難しいと感じておりました。そこで商品設計に着手したのが、クイックディテーラーと呼ばれる汚れを取るコーティング剤です。そこから試行錯誤をして生まれたのがシャドウ。シャドウっていうのはながら洗車のコーティング剤ですね。シャドウは小傷を埋めたり、艶、弾きを重視したこともあり、施工が若干難しいのが課題でした。そこでもっと手軽に綺麗を楽しく継続してほしい。そんな思いから生まれたのがビギナーズラックです。ビギナーズラックであれば軽度な水染みを除去しながら元のコーティングをメンテナンスし、なおかつ二度拭きがいらないくらい簡単です。初心者から上級者でも最終地点になるよう作ったコーティング剤。皆様にビギナーズラックが訪れますように。ながら洗車代表、りょうさんの思いですね。すべて伝えさせていただきました。そんなこんなを理解した上で、僕も X の方で、このビギナーズラック使おうと思ってます。どんなところに気になっていますかみたいなポストをしたんですよ。いろんな方がね、コメントしてくださっているんですが、やっぱ水垢が落ちるのかとか、そこら辺がね、気になってる人が多いみたいです。あと、このマニュアルにも書いてあったんですが、車内も綺麗にできると。ドアの内側、ナビ等の液晶、ダッシュボード、ステップ、窓ガラスにもいいですよと。X の方でも窓ガラスにおすすめですって言ってたので気になってますと。そういったコメントなんかもあったりしました。なんか内装とかにも使ってみたりしたいなと思っております。似たような商品は他にあるのか教えてもらいたいですみたいなコメントもあったりして、今パッと思い浮かぶのはディティールアーティストのエア。あれもなんか内装にいい。そんな風にね、言われているので、そこら辺も使い比べてみたいなと思う一方、やっぱりその内装、内窓だったりナビの液晶とかに使えるっていうことは、艶とかはあんま期待できないのかなって使う前なんですが、今そういう風に思ってます。なんかそこら辺も含めて見ていきたいなと思っております。あとやってみたいのはね、ワックスの上と下に使ってみてほしいとかね。それでなんか水弾きが変わるのかどうかとか。水弾きはね、一応ね、このマニュアルには、疎水寄りになりますって書いてありますね。なので、そこら辺含めて見ていこうかなと思います。そしたら早速、外へ、レッツゴー！はい、ここでお知らせです。8月4日日曜日、ジェームス稲市茨城店で車の大自然カカカと開運記念ジェームスのイマムがイベントを開催します。イエーイ！イベントの概要は、まず1つ目は個別お悩み相談会をやります。僕ら2人にですね、洗車のお悩みを相談できるといった企画となっております。その間にシノビーさんのおすすめの商品を使えるというブースも用意しているので、そちらで実際に使いながら気になる商品を選べるといった感じです。そして2つ目はじゃんけん大会も開催いたします。皆さんとじゃんけんを行って勝った方にイベント限定のコラボ T シャツをプレゼントします、はい、そして最後に洗車用品を含む1000円以上のお買い上げをしてくれたお客様にシノビーステッカー大阪バージョンをプレゼントします。詳しいことは概要欄だったりポスターですね、記載しておくので、ぜひ大阪まで足を運んでください。それじゃあ当日待ってます。はい、そしたらビギナーズラックの使い方ですね。施工方法は2つあ
あります。1つ目はおすすめ施工方法時短編。こちら湿式ですね。ボディ面が濡れた状態で施工していく。でもう1つは推奨施工方法しっかりメンテナンス編。こちら乾式です。乾式っていうのはボディ面が乾いた状態で施工していく方法になります。そしたら乾式のしっかりメンテナンス編は水はじきとかを見るときにその方法で施工したいので、まずは時短編ですね。どんな感じで施工するのか、この説明書を読みながら実際にやっていこうと思います。この時短編も2種類っていうか、まずはファストガラス&トップコートを施工済みの方推奨のやり方としては、高圧洗浄機や洗車機の水圧で汚れを落とす。こういった感じで水圧で泥汚れとか砂とかを落としていきますと。でその後ボディが濡れている状態でビギナーズラックを吹きかける。ドアパネル1枚に対して4プッシュ、不安な方は6プッシュ。12344、めちゃめちゃ不安です。これもっとね出てくれればいいのにな。この辺からだともうかかんないです。この距離感だとほんとここちょっとつくかなっていうぐらい吹きかけて、そのままお持ちの中盤タオルなどで拭き上げる。2度拭きは不要です。こんな感じ。2度拭き不要と言われましたが、若干拭き筋があったので2度拭きしちゃいました。そこら辺は自由に。これがファストガラス&トップコートを施工済みの方推奨のやり方です。車にすごい汚れがついていますよっていう場合は、まずは手洗い洗車等で汚れを落とすと。もう普通に手洗い洗車ですね。砂ぼこりとかを落として普通に洗車をする。一回洗車したいですっていう人はいると思いますね。ざっくりこんな感じで。でもっと洗い流す。ボディ面が濡れた状態でビギナーズラックを吹きかける。スプレーどうにかなんないかね。タオルで拭き上げる。拭き上げ補助的な役割もあるのかな。こんな感じです。施工自体はめちゃめちゃ簡単ですね。そしたらまずはボンネットで水はじきがどんな感じなのか見ていこうと思います。現状ですね。こんな感じです。撥水はしておりません。その代わり水がちょっとじわじわ引いていくような感じ。一回磨いております。そしたら半分に区切って半分だけビギナーズラックを施工してみます。一応水はじきはビギナーズラックとシャドウの比較グラフだと、ビギナーズラックは水はじき3、シャドウは5、3はあるみたいなので、その3がどんな感じなのかを見ていきます。そしたら左側ですね、施工していきます。一緒にツヤも見ていけたらいいかなと思います。施工方法は一番効果が出るんじゃないのかなと思われる乾式で施工していきます。使い方はあらかじめ高圧洗浄機や洗車で汚れを落とします。これはもう落としてあります。その次に水滴を吹き上げ、ボディが乾いた状態でビギナーズラックを適量プッシュする。これを吹きかけると。でマイクロファイバータオルで拭き上げると。軽度な水染みは取れていきます。これもちょっと磨いちゃってるので染みはないので、その軽度な水染みかどうかわからないけど、その辺は後ほど別のパネルだったりここじゃないところで試していこうと思います。使い方は本当難しくないですね。簡単ですね。そしたらいきます。今分かります？ほんとふわっと乗ってるぐらいでマイクロファイバーホースで拭いていくと。おめちゃめちゃ吹き上げやすいぞ。あ、すごいなんかいい匂いするね。ちょっとアルコールっぽい匂いするけど、成分は特殊シリコーン、界面活性剤、エタノール、イソプロピルアルコールと香料がいい匂いしますね。もう少ししっかりめに水はじきを見たいので、スプレーがね他の商品に比べてかなり少量で出てくれる、出過ぎないっていうのは一ついいところなのかもしれないですね。こんな感じです。拭き筋とかムラとかは一切ないですね。拭いたところもすぐさーっと乾く。アルコールがいい感じに作用してるのかなと思います。ガラスクリーナーとかでガラスを拭いてるような感覚ですね。そしたらここはここで1日放置します。まだ1日経過しておりませんと。1日置いて水はじきを見る前にスリック性ですね、ツルツル感とかあるのかっていうのを実際に軽く触って見ていきたいなと思います。
一切ないと言ってもいいでしょう。一切ないっていうと間違いかもしれないんですが、感覚として感じられることはないって言えばいいかな。両方とも結構ギュッギュッとなるような感じですね。ちなみにビギナーズラックはツヤと小傷埋め効果が5段階評価のうち4ですね。実際どうなのか。ちなみにシャドウは5段階評価中5と、5段階評価の4っていうことは結構評価的には高いと思うので、ツヤを見ていきます。わかりません。こう見た時わかりませんっていう商品結構あるんですよ。パッと見わかんないなみたいな。こう上からしっかり覗き込んだ時に何かしらの差っていうのは大体あるんですが、ほぼわかんないですね。いろんなコーティング剤のツヤと見比べてもほぼツヤは出ないと言ってもいいと思います。はい、そしたらビギナーズラックを施工してから2日ほど経過しました。クイックディテーラーなので効果時間とか定着とかそういうのはおそらくないと思うんですが、一応2日置きました。その間に砂ぼこりですね、かなり舞ってこのボンネットに付着しております。パッと見はどっちの方が汚れてるか判断はできないような状態です。水垢っぽいのもポツポツあるんですが、小雨みたいなの降ったのかな、これ両方ともあるといったような状態です。はい、部分的に近くで見るとこんな感じです。エンブレムがここにあるので、指2本分ぐらいのところにマスキングテープを貼ってあったと記憶しております。っていうのもツヤ感がはっきり出てないので非常に分かりにくいと。で、水垢みたいなのポツポツありますね。けど全体的にあるっていう感じで、明らかに水垢がつきにくいですっていうことはパッと見なさそうな感じはしています。水をかけて水はじきを見ていきます。今日はねめちゃめちゃ暑い。ボンネットの温度測定してみようか。70ぐらいだ。この辺もねいろいろ検証したいなと思ってます。日向と日陰でどれぐらい差があるのかとかね。そして水をかけてみます。いきます。お、違いあるな。右側が未施工、このように浸水状態になりますが、左側ビギナーズラックの方は疎水っぽい感じだね。水はけが全然違うと思います。そしたら内装にもいいということなので、内窓ね汚れていたのでビギナーズラックで拭いてみようと思います。スプレーの出が悪い時があるね。あ、普通にめちゃめちゃいいです。綺麗になったね。ここにあった汚れは取れました。で、匂いがね若干いい匂い。何の匂いだろう。トイレって言いたかったけど、いい意味でトイレですよ。トイレのいい香り。あとこういったパネルもいけんのかな。汚れ取れてる。軽く拭いただけだけど汚れ取れましたね。茶色っぽくなってるの分かるかな。変なツヤは出ないですね。内装に使える、内窓に使えるっていうことは変なギラつきみたいな、シリコーン入ってるって書いてあるよね。特殊シリコーン入ってるけどギラギラ感はないですね。特別すげえツヤが出たなっていう感じはこの内装に使ってみて思わない。逆にそこがいいところなんですけどって感じですね。結構使うな。やっぱアルコールの匂いがそれなりにするから、実際にアルコール入ってるんだけど、ガラスクリーナーとかそういう系に結構近いような感じが今のところしてますね。なんかツルツル滑るっていうことはない。内装にいいぞ。あとは匂いは好みいろいろあるので、僕は嫌いじゃないかな。この匂いそんな残るような匂いでもないし、室内で使っててもあんま嫌な感じはしない。ドゥードゥライドのオールサーフェスディテーラーだったかな。あれの初期型っていうのかな。最初の方に使ったやつは結構匂いがするんですよ。クリーナーとしてかなり良かったんですが、僕はね別に嫌いな匂いじゃなかったけど、それなりに特徴のある匂いで嫌いな人はいるのかなみたいな、そんな感じ。ちょっと甘い系の匂いだったかな。今はね無臭になってます。でこのビギナーズラックはどちらかというと爽やかなそんな香りですね。こういったナビ周りとかもね拭いていけると。内装を拭くような商品って僕も過去にいろいろ使ったことあります。すごいしっかり汚れを落とすやつと、ささっと拭いて生地が残らず綺麗になるやつ。
これはささっと系ですね。この拭き筋がね残らない、さっと引いていく感じがあるので、こういうピアノブラックとかも拭きやすいですね。帯電防止効果あるのかな。でこれがちょっとつきにくくなった感じはありますね。ちょっとなんか車乗って時間ある時拭きたくなるの分かります？そんな時にウェットティッシュとかもいいんですよね。僕なんかはそれこそインビジブルガラス、結構ね内窓がね気になったりするので、車乗ってコンビニ行ってちょっと窓拭こうみたいな、ここまで来るのにちょっと見にくかったしな、気になったしなみたいな拭いたりするんですよ。そんな感じでこのビギナーズラックも結構しっかり効果が出るっていうよりかは万能。 DA のエアーもそうだったけど、水弾きツヤがすごい出るっていうよりかはパッとこう拭いていけるみたいな、そういう感じに近いのかなと思います。軽く拭きましたが、運転席周りだけでもかなり汚れがタオルについているので、しっかり汚れは落ちているのかなと思います。はい、そしたら続いて水垢が落ちるのかどうか試していきます。育てておいた水垢がこちらですね。水拭きしてみます。しっかり目に拭いて、それでも落ちない水垢ですね。ちなみに見えるかどうかわからないんですが、樹脂のところにも水垢があります。これなんかも取れたら嬉しいなと思うんですが、こいつとかはかなり濃いですね。そしたらビギナーズラックを人に吹きかけます。やっぱ水垢きびいね。この樹脂部分はボンネットよりねツルツルしてるような気がする。この辺無塗装樹脂、水垢は厳しいです。この水垢を頑固な水垢と呼ぶのかどうなのかっていうところですね。軽度じゃないですよ。軽度な水垢ってどういうやつなのかな。この辺にあるやつ、これ軽度な水垢ですかね。かなりちっちゃい。この辺とかね、軽く拭きます。これでもね、だいぶその軽度な水垢っぽいやつは落ちちゃうんですよね。その中でも残ってるような水垢、これは水垢じゃないです。これはちょっと軽度じゃなさそうな気がするけど、その周りにもポツポツあるの分かるかな。この辺結構ポツポツいますよね。今カメラの設定をかなり赤くして黒い布みたいなのを当てて見てる状態ですね。ほらいますね、右の方に。これが落ちるのかどうか。マスキングテープを貼らせてもらいました。で見づらいので明るさは一旦戻しで、マスキングテープより左側やってみて、明らかに境目的になくなってるのかどうか。でこう拭いてる時にちょっと水垢この時点で見えるんですよ。これがね落ちてってるように見えない。若干ツヤ出んのかな、差がありそう。やっぱりカメラを設定変えます。ツヤは若干わかるね。どうなんだろう、水垢。僕はそんな落ちてるように見えないんだけど、どう落ちてる？この辺の水垢結構目立つね。この辺ちょっとやってみようか。分かりづらいですよね。 QD のその水垢除去効果っていうのが非常にね判断がしづらいものがあります。拭いた時に出てくるんですが、そう落ちてる感じはしないですね。でもやっぱ施工性はいいですね。乾きが早いので変なムラにもなんないし、そんなツヤも出ないので、そこら辺は施工性の良さなのかなと思ってます。これがめちゃめちゃツヤ出るやつだと逆にねムラになりやすいので。どう、目立たなくなった？僕肉眼で見る感じはそんな変わんないかなって思います。この辺行ってみようかしら。グリルですね。水拭きするとどうでしょう。これ白っぽいのは簡単に取れるんですよ、水拭きで。じゃなくて、これ分かるかな、映ってる？これぐらいにした方が分かりやすいですね。これ水拭き1回しました。一応もう1回しておきますね。白っぽいのはね取れるんですよ。空拭きするとこの輪っかみたいなのが出てきますね。これ水拭きでだいぶ目立たなくなってます。でここからいるよね。水垢は厳しいですね。こういった白い車の黒ずみはどうなのか試してみようと思います。高圧洗浄機をかけます。こういった汚れって高圧洗浄機じゃ落ちないんですよね。砂汚れとかとはまた違う汚れなので、おそらく水拭きとかでもある程度落ちるような汚れなんですが、ビギナーズラック使ってみます。こういった感じで落ちますが、完璧には落ちないかな。ここまだ筋がありますね。これね結構分かりづらいかも、映像だと。けどかなり綺麗にはなってます。なってるんですけど、この部分ね、こういうのはやっぱコンパウンドとかじゃないときついかな。反対側の汚れいうのは比較的水拭きで落ちちゃうような汚れだったりします。これ見えるのかな、こういった汚れ。なんだろうな、オイル関係なのかな、もしくはここは水がずっと垂れてる水垢なのか。
水拭きでも落ちるから何なのっていう話なんですけども、水拭きでも落ちるしビギナーズラックでも落ちますと。これもう水拭きで落ちなかったような汚れはビギナーズラックでもちょっと大変かなといった感じですね。はい、そしたら続いてボンネットの方を1回リセットしました。左右違いないと思います。そしたらまず左側ですね、ビギナーズラックを施工していきます。ビギナーズラックしたパターンですね。で、今のところ考えられるのはこのアルコール成分のおかげで脱脂効果が得られて定着が良くなるんじゃないか、その可能性はあります。スプレーがね出しづらいね。まずムラになることはほぼないんじゃないのかなといった感じですね。そしたら右側にワックスとコーティング剤を施工していきます。右面の左側、こちら CC ウォーターゴールド、これいってみよう。トゥルッと感あるね。こんな感じかな。ワックスの方はドラスターマンハッタンゴールドにします。吹き上げます。久々に使うとワックス最高に気持ちいい。手の感覚、ぬるっと感、厚みのあるぬるっと感っていうのかな、やっぱワックス感っていうのが最高。 OK。 そしたら一旦ね1日念のため寝かせます。全然映ってなかったワックスの方。はい、そしたら1日が経過しました。水はじきの方を見ていきます。まずビギナーズラックから2面ですね。変わんないかな、こんな感じ。 CC ウォーターゴールドかなりバチバチですね。でマンハッタンゴールド、マンハッタンゴールドの方が若干撥水弱いかなと。この辺はね各商品のイメージ通り使った過去の使用感と変わんないですね。でビギナーズラックと右側2面は水はじきかなり違うと思います。なのでこれ左右入れ替えてまた上に乗せていくんですが、結構分かりやすくなると思う。違いが出ればね。砂ぼこりもついているので軽くささっと洗うだけ洗って、ツヤ見ておきましょうか。その後腫れるかが心配なんで。ここは違いが出てるっていうか、なんか海苔で変なことになってる。しゃあない。暑い中放置しといたからこの元のおそうめんが海苔でベチャベチャになっちゃいました。ツヤ感がねすごい分かりにくくなっちゃったね。やってもうた。こう真ん中だけすごい分かりやすいのは、ここ太陽の光がかなりバシッと当たってるからです。こっちに変えるとこのマスキングテープの跡がバシッとね分かると思います。ちょっとねツヤは分かんないかも。もう一回マスキングテープ貼りますね。そしたら準備ができたので助手席側にビギナーズラック施工していきます。ここマンハッタンゴールドが施工されてた面ですね。施工感はねちょっとワックスいそうな感じもするけど気のせいなのかな。ビギナーズラックはやっぱアルコール成分が強いのか乾きが早い、いいところでもありますね。早い分そのムラになりにくい、ツヤも抑えられてるから、だからもうほんとムラにならない要素っていうのかなを結構多く含んでる、そんな商品でございます。じゃあ続いてマンハッタンゴールド施工していきます。熱い、まあまあ熱い。今日最後 CC ウォーターゴールド。 CC ウォーターゴールドって優秀だね。まあまあ熱いんだけどムラにならないっていうところすごいな。はい、施工終了です。そしたら1日待って水はじき見てみようと思います。そしたら1日経過したので水はじきを確認していきます。でその前にマスキングテープを剥がします。これねツヤはね正直さっきお伝えした通りマスキングテープが暑さでやられちゃってボディ面に糊がくっついちゃってるのでちゃんとしたツヤっていうのはちょっと見れないっていうのが残念なんですが、ここなんかいいツヤ出てるけどなんとなく黒っぽい感じする。そのマスキングテープを抜きにしてね、あれ何やったんだっけ。ここ CC ウォーターゴールド、やべえ分かんなくなった。マンハッタンゴールドでした。そんな大きな差ではないんですが一番ツヤっていうか濃く見えるのはここかなと僕は思います。それ以外はねあんま違いはないような気がするけどっていうね、分かりづらいです。一旦水はじきを見てみましょう。この水の動きですね。 CC ウォーターゴールド、マンハッタンゴールドの上にビギナーズラックだから塗水系になってるのかどうかみたいな、その下のワックスコーティング剤に影響があるのかどうか見てみます。いきます。あ、撥水、左側撥水ですね。なのでしっかり上に乗ってるっすね。ビギナーズラックの時はこんな撥水してなかったのでしっかり撥水してる。でビギナーズラックが下の面ですね。いきます。お、撥水してる。
おもろ。ビギナーズラックは下にワックスとかコーティング剤施工してても影響しない。面白い。こんな結果になるとは思わなかった。正直右側こっちはビギナーズラックが上に乗ってるので、ビギナーズラックの疎水っぽい感じ、あれが邪魔してるんじゃないのかなと思ったんですが、こう見ると邪魔してないですね。軽く洗っていきます。自分が思っていた違う結果になった時が一番面白いね。あ、そうなんだっていうこの新たなる発見だから、憶測で話す人も世の中いるんですよ。そういうのはね、あんま当てにならないっていうことですよ。こういうね、トリッキーなこともあるんです。あ、ちょっとマンハッタンゴールド弱まってますね。で、例えばもう最後なんでビギナーズラックをこう全体的に施工して、このスプレーだけやっぱどうにかしてもらいたいね。まあこういう風に使えるっていうことですよね。単純にコーティング剤施工してあるけども、吹き上げの補助として、吹き上げの補助って言ってもやっぱ一番はタオルですね。吹き上げに影響してくるのは、今結構このマイクロファイバークロス濡れてるんですが、このボンネット1枚拭いただけで吹き筋が残るぐらい濡れてますね。けどまあアルコールが入ってるおかげで乾きが早い、だから吹き筋にはなりにくい。これで水かけるとどうなんだ。直後です。あ、影響しないね。なんかビギナーズラックだけを施工した時あまり撥水しなかった、ちょっと疎水っぽい感じにはなったけど、あのレベルだったらコーティング剤に影響しないということですね。はい、そしたら最後に DA のエアーですね。最後ばっかだね。似たような商品なので、これを施工するとどうなるのか。水はじき変わんないですね。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、長川戦車のビギナーズラックという QD という位置づけの商品ですね。こちらを使ってみました。まずね、QD とは何ぞやみたいな、僕もね、ちょっとよくわからなくなっております。洗浄効果のあるコーティング剤だったり、あとは吹き上げ補助効果のあるコーティング剤とかね、いろいろ言われていたりするんですが、だいぶちょっとふわふわしたような感じっていうのも、ビギナーズラックもそうなんですが、リティルアーティストのエア、これ使った時にも、なんだろうな、みたいなところが正直あったので、余計にね、QD とは、みたいな、そんな感じになりましたね。結果としては、まず、ツヤは動画見返しました。肉眼でね、すごいはっきり確認できるようなツヤではないけど、若干出ておりました。あと、水垢除去に関して言えば、ツヤがね、ちょっとでも出れば、水垢も目立ちにくくなるんですよ。けど、除去っていう感じではなかったかな。これで落としてるっていう感じは見受けられなかったなと思います。あとは施工性はめちゃめちゃ良かったです。っていうのも、ツヤがね、そこまで出るものじゃないので、施工しやすいっていうのと、あと、イソピロピルアルコールが入っているので、乾きやすいんですよね。なんか吹き筋になりにくいっていう意味でも、施工しやすかったです。水はじきに関して言えば、疎水っぽい感じ、弱撥水って感じかな。外装はそんな感じなんですが、内装にね、やっぱ使いやすかったですね。エアーもそうなんだけど、窓とかも綺麗になるし、これもね、変なツヤ感とかが出ないから、内装にも使いやすいだと思います。だからそのツヤがあんまり出ないっていうのは逆にこの内装とかにも生きてくるっていうとこなんですよね。余計ねちょっとふわふわした感じにはなるんですが、万能って言えば万能なのかな、どうなんだろうっていう感じです。X の方でどういった検証見たいですかみたいな質問をした時に、似たような商品はないですかと言われたんですが、やっぱりこのエアーですね。違いとしてはね、匂いぐらいかな。ツヤ感、水はじき、非常に似てます。施工性もムラにならないし、内装にも使えるけど匂いがね違うので、トイレの芳香剤みたいな匂いね。ビギナーズラックの方、エアーの方がもっとトロピカルな匂い、ラムネグミみたいな匂いかな。ここら辺は好みあると思うんですが、であとワックスだったりコーティング剤に影響しませんかっていう質問もあり
りまして、最後に検証したんですが、影響はないですね。なんか余計にね、ちょっとよくわかんなくなっちゃったんですよね。定着してないのか何なのか。両方とも撥水になったんですよ。上にしても下にしても。けど影響はないと。このツヤ出ないっていう部分も含めていいところがあって、僕もね、最近ね、あんまツヤ出ないような商品探してたんですよ。どういう時に使うかっていうと、水が使えない状態で車をきれいにしたいなっていう時、その時にツヤがあるものを使っちゃうと、例えばなんかここだけきれいにしたいってなった時に、そこだけツヤが出ちゃって変な感じになる。それがなんか嫌だなって思ったんですよ。その時はね、ブラスク使ったのかな、一箇所やったら、こっちもあっちもみたいな感じになっちゃって、そういった意味ではツヤが出ないやつをちょっと探してたっていうのはあるんですが、いかんせんね、スプレーが出しにくい。これがね、個人的にはちょっと施工しにくいなと思ったので、そういった意味ではエアーの方が使いやすいかなと僕は思いました。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。